こんにちは。今回は進行がんの治療が今劇的に変わりつつあるという話をします。かつては非常に難しいとされていたがんが完全寛解、つまりがんが完全に消えてしまうというケースが報告され始めているんです。その科学の最前線を一緒に見ていきましょう。まずはデータや専門用語の前にこの言葉から始めたいと思います。腫瘍が消え、人生への自信と楽観的な気持ちを取り戻した。これは厳しい診断に直面した一人の患者さんがもう一度その手に掴んだ希望という感情そのものですよね。これまでステージ4のがん、つまり進行がんの診断というのは治療の選択肢がすごく限られてしまうことを意味していました。抗がん剤などの標準的な治療ももちろん行われるんですが、がん細胞の方がだんだん賢くなって薬が効かなくなってしまうなんてことも少なくなかったんです。ちょっと想像してみてください。手術もした、化学療法もやった。でもがんは肝臓や肺、リンパ節までなんと60箇所以上に広がってしまった。まさにもう打つ手がないんじゃないかと思えてしまうような状況です。これは胆のうがんを患ったある65歳の男性が実際に直面した本当に厳しい現実でした。でももしがんとの戦い方がこれまでとは全く違っていたとしたらどうでしょう。今の科学はがん細胞を直接叩くだけじゃなくて、僕たち自身がもともと持っている防御機能、これを解き放つという全く新しいアプローチを可能にしつつあるんです。さて、その新しい武器庫の一つ目がこの免疫療法です。私たちの体にはがん細胞を見つけて攻撃する T 細胞っていう、パトロール体みたいなものがいるんですね。でもがん細胞は賢くて、このパトロール体に私は敵じゃないですよって言ってブレーキをかけちゃうんです。免疫療法はそのブレーキをガツンと外して、よし攻撃開始だとパトロール体を再始動させる治療法なんです。次にパープ阻害薬。これはまたすごくクレバーな戦略でしてね。がん細胞って実は自分自身の DNA を修復する能力に弱点を持っていることがあるんです。この薬はその唯一の修復ルートをピンポイントで断ち切ってしまう。そうするとがん細胞は傷だらけのまま修復できなくなって自ら壊れていく、つまり自滅してくれるというわけです。そして3つ目が抗血管新生療法。がんは大きくなるために自分で新しい血管を作って、そこから栄養をどんどん吸い上げようとします。この治療はその栄養補給路を断ち切ってしまう、いわば閉陵攻めですね。お腹を空かせたがん細胞は弱って、他の治療、例えば免疫療法なんかの効果が劇的に上がりやすくなるんです。さあ、こんなに強力な新しい治療法が出てきたわけですけど、じゃあどの患者さんにどれを使えば一番効くのか、医者はどうやってそれを判断するんでしょうか。そう、問題はそこなんです。なぜこれらの画期的な薬もある人には劇的に効くのに、ある人には全く効かないことがあるのか。その答えはがん細胞が一つ一つ持っている個性、そのユニークな特徴を解読することにありました。科学者たちはがん細胞の遺伝子の中に特定の治療薬が効くかどうかの目印があることを発見しました。それがバイオマーカーです。例えば遺伝子の変異がやたら多い TMB 肺とか、 DNA の傷を治す機能が壊れている DMMR とか、これっていわば治療薬という鍵がぴったりはまる鍵穴みたいなものなんです。これががん治療におけるもう根本的な考え方のシフトなんです。昔はスライドの左側みたいに肺がんだからこの薬っていう風にがんができた場所で治療法を決めていました。でも今は右側のように、がんがどこにあろうと関係ない、そのがんが持っている鍵穴、つまり遺伝的な特徴を調べてそれに合う鍵である薬を選ぶ、そういう時代になったんです。じゃあこの鍵と鍵穴のアプローチ、つまり個別化治療って実際にどれほどの成果を上げているんでしょうか。ここからはまさにこのパラダイムシフトを証明する驚くべき実例をいくつか見ていきたいと思います。例えば先ほど出た TMB 肺、これはがん細胞の遺伝子変異が多いタイプでしたよね。変異が多いってことは、それだけ免疫システムがこいつは敵だって認識しやすい目印が多いってことなんです。だから免疫療法のブレーキを外すという作戦がものすごく効果を発揮する。その結果、胆のうがんや肺がんの患者さんで3年以上もがんが消えたままという素晴らしい成果につながっているんです。同じように DNA を修復する能力に生まれつき欠陥があるがん、例えば BRCA 変異を持つ乳がんや DMRMR という特徴を持つ大腸がん、こういうがんの弱点をパープ阻害薬や免疫療法でピンポイントに攻撃することで、なんと7年以上も寛解が続いているなんていう驚くべき結果も報告されています。そして中には今の科学の常識ではちょっと説明がつかないような、本当に例外的としか言いようのないケースもあります。この肝細胞がんの患者さんはバイオマーカーを見る限り免疫療法はあまり効かないはずと予測されていました。ところがたった4回投与しただけで7年以上も完全寛解の状態が続いている。これは僕たちがまだまだ解明できていないがん治療の奥深さを示しているのかもしれません。ここで重要なのは、こういう話がもはや数ヶ月単位の話じゃないってことなんです。
最も治療が難しいとされてきたがんの一部でさえ、寛解期間を数年、場合によってはこの例のように10年というスパンで語れるようになっている。これが現実なんです。さて、ここまで見てきた一つ一つの事例は一体何を意味しているんでしょうか。これは単なる奇跡の物語を集めたものというわけではありません。これはがん治療の未来がどこへ向かっているのかを示す確実な道しるべなんです。つまりこういうことです。私たちはもうがんという大きな病気を一括りに治療しているわけじゃない。あなたのがん、私のがん、それぞれが持つ独自の遺伝子コードを調べて、その特定のがんだけを狙い撃ちする時代に入ったんです。これこそが個別化医療の本質です。最後にこの問いを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。今日見てきたような例外的な成功物語はあとどれくらいで誰もが受けられる当たり前の治療になるんだろうか。この問いこそが今世界中の研究者たちを突き動かしている原動力です。希望を科学の力で現実に変え、そしてその科学を一人でも多くの人の命につなげていくために。あなたが共有してくれた実際の医療現場からのレポート、いくつか目を通したんですが、いやー、正直言って驚きの連続でした。OK、ではこれを紐解いていきましょう。今回はちょっと冷たい統計データから離れて、信じがたい逆境を乗り越えた一人一人の現実の物語に深く迫っていきます。テーマは希望。それも単なる精神論じゃなくて、最先端の科学にしっかり裏打ちされた希望です。で、ここで非常に興味深いのはですね、あなたが見たそれらのケースがもはや奇跡っていう言葉では片付けられないってことなんです。ほう。様々な眼種を横断して寛解に至るケースにはある特定のパターンが見え始めてるんですよ。これらの物語は新しい治療戦略を考える上で、そして何より一つ一つのがんが持つその固有の生物学的な特性を理解することの重要性を教えてくれています。なるほど。今回は特に免疫療法、分子標的薬、そして、それらの組み合わせがいかにして不可能を可能にしてきたかという点を見ていきたいと思います。まず驚いたのが、レポートの中にあった一度は失敗した治療が実は次の治療を成功させるための鍵になるっていう、逆転の発想ですよね。単独では効かなかった薬がなぜ何かと組み合わせることで劇的な効果を生むのか。最初の事例、大腸がんのケースから見ていきましょうか。はい、40歳の女性、転移性の大腸がんのケースですね。この方はまず標準的な化学療法が効かなくなった。で、次に試した免疫チェックポイント阻害薬、いわゆる ICI という薬もこれ単独では効果がなかったんです。がんは進行し続けていた。非常に厳しい状況で。ちょっと待ってください。治療が効かなくなったっていうことは一度失敗したわけじゃないですか。そこに別の薬を追加するだけでそんなに状況って変わるもんなんですか？普通ならもう全く違う次の手を考えるものだとばかり。まさにそこがポイントなんです。ここで追加されたのが血管新生阻害薬のベバシズマブでした。血管を？これは腫瘍に栄養を送る血管が新しく作られるのを邪魔する薬です。でもこの薬の進化はそれだけじゃない。じゃあなぜこの組み合わせが機能したのかってことですよね。はい、そこが知りたいです。実はこの血管新生阻害薬は腫瘍の周りの微小環境、つまりがんが育つ土壌みたいなものを免疫が攻撃しやすい状態に変える効果があるんです。なるほど。つまり片方の薬がもう片方の免疫療法薬が存分に戦えるように戦場のお膳立てをしてあげたと、そういうことですか？その通りです。完璧な例えですね。そのお膳立てがあったことで本来の免疫療法薬がようやく効果的に働けるようになった。結果としてがんは完全に消失してその状態を3年以上も維持しているんです。すごい話ですね。同じような話がもう一つありましたよね。42歳の女性、難治性の卵巣がんのケースです。こちらも何度も手術とか化学療法を繰り返しても効果がなかった。そこに同じく免疫療法薬と血管新生阻害薬を組み合わせたと。そうです。するとわずか9サイクルも治療で完全寛解。この卵巣がんの患者さんの場合、腫瘍に RID1A っていうある特定の遺伝子変異があったことも報告されてるんですね。これがこの素晴らしい効果の鍵だった可能性も示唆されていて、次のテーマに自然とつながっていきます。組み合わせが重要だっていうのは分かりました。でもそもそも誰にどの組み合わせが効くのかという問題が残りますよね。手当たり次第に試すわけにはいかないはずですし、何か治療の当たりを引くための目印みたいなものはあるんでしょうか？それこそが現代のがん治療における最大のブレイクスルーの一つです。鍵穴に合う鍵を見つけ出すこと。つまり個々のがんが持つ遺伝子的な特徴、バイオマーカーを特定してそれを標的にすることです。鍵と鍵穴ですか？60代前半の女性、トリプルネガティブ乳がんのケースがこれを象徴していますね。この方の状況、レポートで読みましたけど、ステージ4で脳にも転移があって化学療法も3種類効かなかった。正直ご本人とかご家族はもう打つ手がないと感じていたかもしれないですよね。そうだと思います。そこからどうやって逆転したんですか？転換点は遺伝子検査でした。そこで BRCA2、通称ブラカ2と呼ばれる遺伝子に変異が見つかったんです。 BRCA2。これこそががんの最大の弱点を示す情報だったんです。弱点ですか？はい。ここで魅力的なのは、
この BRCA 変異という弱点を直接、そして強力に攻撃するパープ阻害薬という薬が使われたことです。少し専門的になりますが、BRCA 遺伝子の役割って傷ついた DNA を修復することなんです。はい。この遺伝子に変異があると、がん細胞はその修復能力が一つ落ちている状態になる。そこにパープ阻害薬を投与すると、がん細胞が頼りにしているもう一つの別の DNA 修復経路までブロックしてしまう。なるほど。つまり、がん細胞にとっては逃げ道を両方から塞がれるような二重の打撃、ダブルパンチになるわけですね。まさにその通りです。健康な細胞は影響を受けにくくて、がん細胞だけを選択的に叩ける。この標的を狙い撃ちした結果、この方は7年以上も寛解状態を維持しています。遺伝子検査がいかに治療の鍵となり得るかを示す非常に力強い事例です。敵の弱点を正確に把握して、そこをピンポイントで攻撃する。これが個別化医療の力なんですね。さらに驚くべき事例がありました。65歳の男性、胆のがんで肝臓、肺、リンパ節に60個以上の転移があったという。このケースの鍵もまた腫瘍の遺伝子解析でした。そこで判明したのが TMB 肺、つまり腫瘍遺伝子変異量光沢値という特徴です。 TMB 肺。はい。これはがん細胞の中に遺伝子のコピーミス、つまり変異が非常に多い状態を指します。へえ、面白いですね。がんが必死に生き残ろうと姿を変え続けた結果、逆に自分の首を絞めるような目立つ特徴を増やしてしまったと、皮肉な話ですね。その通りです。変異が多いということは、免疫システムがこれは異物だと認識できる目印、専門的にはネオアンチジェンと呼ばれますが、これが大量に作られるんです。がん細胞がいわば私は敵ですっていう旗をたくさん掲げているような状態になる。はは。そこに免疫療法薬を投与すると、もともとあった免疫細胞へのブレーキが外れて、これらの目印めがけて一斉に攻撃を始めるわけです。なるほど。その結果、60個以上もあった転移がきれいに消えて3年以上の完全寛解を達成しました。TMB は今や免疫療法が効くかどうかを予測する極めて重要なバイオマーカーになっています。そうなんですね。同様にあなたが読んだ小細胞肺がんのケースでも、この TMB 肺が鍵となって、通常は予後が厳しいとされるこのがんで18ヶ月もの完全寛解という非常に稀な結果につながっています。これまでのお話もすごかったですけど、あなたが共有してくれたレポートの中に僕が何度も読み返してしまったものがあるんです。成功率 100% と書かれていて、正直何かの間違いじゃないかと。これは一体どういうの話なんですか？メモリアルスローンキャタリングがんセンターの直腸がんの臨床試験ですね。これは本当に画期的な報告です。対象となったのはミスマッチ修復機構欠損 MMRD というこれまた特別な遺伝的特徴を持つ直腸がんの患者さんたちでした。そしてその治療法が信じられない免疫療法薬の単独投与、つまり手術も放射線治療も化学療法も一切なし、薬の投与だけということですよね。その通りです。 MMRD の使用というのは DNA のコピーミスを修復する能力が、生まれつき欠けているんですね。その結果として先ほどの TMB 肺の使用と同じように膨大な数の遺伝子変異を抱え込むことになります。はい。ですから免疫システムががんを非常に認識しやすくて、免疫療法が極めて効きやすいんじゃないかという仮説が立てられていました。その仮説の結果が成功率 100%。そうなんです。この報告が出された時点で試験に参加した42人全員でがんは画像上完全に消失しました。42人全員。何より重要なのは患者さんたちが直腸がんの手術で避けられないことも多い人工肛門などの後遺症を完全に免れたことです。生活の質を全く落とすことなくがんを克服できた。レポートによれば治療後に子供を授かった参加者もいたとのことです。うわ、人工肛門もなしに。がんの治療というとどうしても過酷な副作用とか後遺症との戦いというイメージがありましたが、その常識が根底から崩されるような話ですね。これは本当に希望そのものです。まさにこの治療法は FDA アメリカ食品医薬品局から画期的治療薬の指定を受けました。これをより大きな視点で捉えると治療におけるパラダイムシフトが起きているということです。パラダイムシフト。適切な遺伝子プロファイルを持つ患者さんに対しては生活を大きく変えてしまう従来の過酷な治療を完全に回避できる可能性が出てきた。未来の治療ががんの場所、つまりどの臓器にできたかではなくて、その遺伝子の特徴に基づいた精密医療へと向かっていることを力強く示しています。組み合わせの力、そして遺伝子という鍵の発見、見てきましたが、最後はこれらを統合してがんを複数の角度から同時に叩くという、総力戦の戦略ですね。肝臓がんのケースがそれに当たると。58歳の男性と38歳の女性、2人とも手術が難しい巨大な肝細胞がんと肺転移があったケースです。ここで行われたのはまさに陸海空軍による連携した総攻撃でした。3つの異なるアプローチを同時に行っています。1つ目がティースや放射線治療といった局所療法。これはいわば地上部隊が敵の拠点を直接叩くようなものですね。
2つ目がレンバチニブなどの分子標的薬。これは敵の補給路を断つ。そして3つ目がこれまでも出てきた免疫療法。これが空からの支援という感じでしょうか。非常にわかりやすい例えです。その3方向からの複合攻撃によって両ケースとも完全寛解を達成しています。この戦略の巧妙な点は、それぞれの治療が互いの効果を高め合っていることなんです。特に注目すべきは局所療法の役割ですね。拠点そのものを破壊するだけではないと。そうなんです。ティースや放射線でがん細胞を物理的に破壊すると、その死骸からがんの目印となる抗原が大量に放出される。これが体内でがんワクチンのような働きをするんです。へえ。つまり局所療法が免疫システムにここに敵がいるぞ、総攻撃をかけろって卸を上げてくれるわけですか？まさにその通りです。その卸で活性化した免疫システムを分子標的薬が戦いやすい環境を整えることでさらに後押しして、免疫療法薬がそのブレーキを完全に外してフル稼働させる。見事な連携プレーによって難攻不落に見えた巨大な腫瘍を打ち破ったわけです。さて、これらすべての素晴らしいケースを見てきて、結局のところこれは何を意味するんでしょうか？あなたがこの情報から得られる最も重要なポイントって何でしょう？いくつか明確なポイントがありますね。まず第一に、そして最も大切なのは、希望は科学的根拠を持つということです。ステージ4からの完全寛解は、もはや単なる奇跡の物語じゃない。科学の進歩にあって、特定の遺伝的特徴を持つ患者グループにおいては、繰り返し起こり得る現実となっています。確かに、どのケースにも寛解に至った科学的な理由がはっきりとありましたね。そして第二に、組み合わせが鍵であること。異なる作用を持つ治療法を組み合わせることで、1+1が3にも5にもなるような強力な相乗効果が生まれることがある。はい。第3に、敵を知ることの重要性です。腫瘍の遺伝子検査、つまり TMB や MMRD、BRCA といった特徴を調べることが、あなただけのための最適な治療法を見つけ出す個別化医療への扉を開きます。そして最後に、治療の常識そのものが変わりつつあるということですね。その通りです。直腸がんの試験が示すように、切って焼いて毒を入れるという従来型の学術的なアプローチから、生活の質を維持しながらがんを賢く叩く、より精密な治療へと、がん治療は大きなパラダイムシフトの最中にあります。最後に一つ考えていただきたいことがあります。今回はがんの遺伝子を理解することがいかに治療を革命的に変えているかを見てきました。これらの治療がより一般的になるにつれて、がんの診断そのものの意味合いが変わってくるかもしれませんね。今後はどこの臓器にできたがんかという問いよりも、あなたのがんの遺伝子的な特徴、つまり弱点は何かという問いの方が治療方針を決める上で重要になるでしょう。この視点の転換は、治療が誰にでも同じ学術的なものではなくて、一人一人に合わせて作られる究極のオーダーメイド医療になる可能性を示唆しています。そうなった時、私たち患者や社会は、高額な検査や治療へのアクセス、そして自らの遺伝情報を知ることがもたらす精神的な意味に対して、どのように向き合っていくことになるのでしょうか。